Cinity, your digital cinema tech resource, supported by B&H and CVP. Hi, I'm Johnny from Cinity, and I'm here with Koyama-san. How are you, Koyama-san? Nice to meet you. Nice to meet you. It's very nice to be at Panasonic again. And you're the GH product planner, the whole line. But for those who don't really know you, can you tell me a little bit about yourself and your position, what you're exactly doing here at Panasonic? 高山と申します。パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション株式会社にて、イメージング事業の商品企画を担当しています。私は、2002年にハードウェアのエンジニアとしてこのパナソニックに入社をしまして、で2006年からこれまでデジタルカメラルミックスの商品企画を担当してきました。これまでコンパクトカメラでいうと、TZ、FX、FZ といったシリーズや、ミラーレスカメラは初期の、G、GF、GX といったシリーズ、そして、GH1 をはじめとする歴代の GH シリーズ、またフルフレームカメラでは S1H の商品企画を担当してきました。現在はミラーレスカメラや、交換レンズの商品企画のマネジメントを担当しております。So, product planning is actually normally not a role of one person. I guess you have a team behind you. How many people do you manage, and are they all in Japan? 商品企画部門としては総勢11名いるんですけれども、私の監督下には4名のエキスパートがいます。また全員が日本にいまして、この日本の大阪、ここにはイメージング商品の開発拠点がありますと。でその開発設計を行っている部門との密な連携、これを取るためにも我々商品企画部門、彼らと同じ拠点のこの大阪、ここで連携して業務を推進しているということでございます。Life cycle of a camera becomes shorter and shorter. Maybe you can describe to me how it works from the time that you actually decide on a camera until it's in the market. And the other thing is, when it's already in the market, do you have time to relax a little bit, or you immediately have to go to the next thing? まずカメラの開発期間、これについてですけれども、これはもうその開発するカメラの新規性とか、あと要素技術を確立するまでのこの難易度、難しさといったところに依存するところが大きいので、一概にはちょっと言えないかなと。特にこの GH6、これを例に挙げると、やはりこのイメージセンサー、それから画像処理エンジンと、そういうその新開発の要素がたくさんあるような、そういったモデルでは、その要素開発期間も含めると、そうですね、約5年の歳月をかけています。開発内にいる私の感覚ですけれども、昔と比べて開発期間ってむしろ長くなっているんではないかなというふうに感じています。それだけそのお客様のそのリクエストやニーズ、それに応えるその技術の難しさ、難易度と、それが非常に高度化していることも要因の一つなんじゃないかなというふうには思っています。一方で次の後継モデルとかそういうプロジェクトを立ち上げるまで、そこまでにはその前例となるモデルのその成果、それをですね総括するという期間を設けています。その期間に例えばそうですね、前例モデルやその競合モデルがもたらしたその市場トレンドの変化ですとか、またターゲットとなるお客様のそのニーズやそのインサイトの部分をしっかり洞察して、次の一手の方向性、どこへ定めていくのかというのを固めていきます。思考を止めずにですね、それらを調査し続けるという意味では、ダウンタイムというよりは、次の開発のためのこの助走期間という方が適しているんではないかなと、このように思っています。Let's talk a little bit about the GH line, as you're in charge on the product planning of the entire range. What makes you proud in this line? やはりですね、デジタルカメラ市場の中で、本格的に映像制作という用途の開拓に貢献できたという点は、非常に誇りに思っています。で、私自身その2009年の4月に発売された GH1、これを含めて歴代のこの GH シリーズの商品企画を担当してきたんですけれども、当時においてそのレンズ交換式カメラの動画撮影というものは今ほど当たり前の時代ではありませんでした。しかしそのコンパクトカメラやカムコーダーに比べて
被写界深度が浅くてレンズ交換もできると、そういうですねさまざまな映像制作分野の方々からその映像クオリティが非常に注目され始めたということで、気が付くと GH1 や GH2 が4倍のセンサーサイズのカメラとも比較されていると、そういう市場の実態がその当時あったんですね。なのでその当時からこれまで数多くのその実際の使用事例活用事例や高度なリクエストというものをいただくことができました。私たちはこれらのリクエストにしっかりと着実にステップバイステップで答えていくということで、映像制作の現場に真に本当の意味で真に使えるというミラーレスカメラというものを目指して GH3 以降の GH シリーズを開発し続けてまいりました。今ではそのコマーシャルフィルム、ショートフィルム、プロモーションビデオ、シネマ、またドキュメンタリー、ウェディング、さまざまな本当に幅広い用途で GH シリーズを活用いただけるようになりましたし、あとやっぱり忘れてはいけないこの YouTuber の存在ですね。これ YouTuber の機材にも選んでいただけるようになったということも非常に嬉しいなと思っているところでして、やっぱりこういった用途が広がる中で寄せられるこの難易度の高いリクエストに対しても常に挑戦し続けてクリアしていくと。で設計開発の姿勢というものにもGH 支持させられているし、そういうその取り組みといいますか、そういうことを継続的にやってきたことでやっぱりこの市場の広がりというものに貢献できたという点は非常に誇りに思っているなというふうに感じています。One of the advantages of a micro four third sensor was that you could actually build a very small camera around it. But nowadays, this advantage is kind of vanished. You have a lot of APS-C cameras which are really small, even sometimes smaller than the GH6. And also you can find some full-frame cameras which are rather small. So what would be the strongest selling point of a Micro Four Third camera? 最も忘れてはならないことというのはその光学設計の自由度の高さ、この点だなというふうには思っています。ルミックス G シリーズのレンズはどれも小さくて軽くて扱いやすいなというのは非常に想像にたやすいと思うんですけれども、それだけじゃなくて非常に高い光学性能というものを有しているというふうに思っています。これはやっぱりそのイメージサークルにおいて2倍のそのマウントの直径ですとか、あとはその最適なフランジ爆長というので定義されたこのマウントの規格に支えられているというふうにも思ってまして、特に大口径のレンズや超望遠というレンズ設計においては光学性能高い非常に高いレベルで維持しながら、そうでありながらこの小型また軽量と、そういったメリットの実現につながっているというふうに思っています。でまた言い換えるとそのレンズに非常に優しいそのミラーレスシステム、これがマイクロフォーサーズなんだよと言っても過言ではないかなというふうに思っています。またそのボディ側単体で見てもその撮影時にその最適な被写界深度を得やすいという特徴もありますし、そして放熱設計の自由度ですね、それもありますし、高速フレームレート、オーバー 4K といった最先端のそういう映像表現においても長時間記録とともに実現できると、そういったメリットもあるというふうに考えています。これら総合してやっぱ考えますと、やっぱりその高い映像クオリティを維持しながらカメラシステム全体を小型サイズにできて、そして撮影現場でも取り回しがよく使用できると、まとめて言っちゃうとそういう3点が最大のセールスポイントじゃないかなというふうに思っています。はい、Obviously, by introducing the GH6, you are showing commitment to the Micro Four Third format. And the camera has been in the market for a few months already. How was it received by the filming community? Do you have any statistics, any feedback? 実際 GH6 発売から半年が経過しましたけれども、想定以上の需要をいただけたなというふうに思ってまして、大変嬉しいなというふうには感じています。一部の地域なんかでいきますとそのバックオーダーが続いていましたけれども、ようやく解消して安定供給ができるというところまで、に至りました。具体的なその何て言いますか販売数値というものはここでちょっと申し上げることはできないんですけれども、実際その昨年度ですね、2021年度、4クォーターに導入したこの GH6 にも支えられて、2021年度のルミックスイメージング事業というのは2桁成長
達成することができました。購入されたそのお客様のコメントを伺ってますと、これまでそのマイクロフォーサーズキストはやっぱりこの一線を画したそのダイナミックレンジ、立体感、その余裕のある色再現、そういったその画力画質性能と、そういう部分で非常にお褒めのお言葉をかなり多数いただいているなという印象を持っています。またこの価格帯でやっぱりこのハイエンドクラスの映像制作カメラでしか得られないようなやっぱりスローモーション、この撮影ができるという点で非常に多くの映像クリエイターの方々から好評をいただいているなというふうに思っています。実際そのマイクロフォーサーズファンとかそして GH のファンの方々の指名が多い一方で、これから映像制作を始めたいと、そういう動機を持ったお客様が動画ならルミックス、動画ならこの GH シリーズ、動画ならこの GH6 だということでやっぱりこの乗り換えてくださる、そういう事例も多数伺っておりまして、開発部門一同大変嬉しく思っております。As far as you're concerned, what is the strongest selling point of this camera? And you as the product planner, what is the feature that you are most proud of having in this camera? やはりその画力、表現力という部分が挙げられるなと思いますね。その GH6 の開発にあたって我々そのマイクロフォーサーズでありながらやっぱりこのフルフレームに迫る画質性能を実現するということと、そしてそのマイクロフォーサーズならではのその高速性と、この2つをですね GH6 のこのカメラサイズの中で2つも両立するということをテーマにこの開発を進めてきましたと。で1つ目のテーマのこの画質性能という部分ですけれども、この新開発のこのイメージセンサーが実現するダイナミックレンジブーストですね、これとあと新開発の画像処理エンジンの高度なそのノイズリダクションでありますとか、この画像処理技術、そういうのに支えられる形でこれまでのマイクロフォーサーズ機から一線を画した進化、これを遂げることができたと、このように思っています。でもう一つのテーマ、高速性については、この新デバイスを高速に制御するということで、4K の 120p のハイフレームレート機能とか、またフルハイデフィニッションで最大 300fps と、そういったバリアブルフレームレート、そういったスローモーション表現の自由度というものをかなり格段に向上させることができました。もちろんこれらの達成にはその新コーデックの開発も関わりますし、放熱性能をさらに高めると、そういうですね技術的なその非常に挑戦的な取り組みというものが不可欠でして、商品化までのプロセスっていうのは本当にその苦難の連続だったと思うんですけれども、この GH6 がやっぱりこのサイズ感でもってですね、優れたその画力とそれから映像表現力、これを両方両立して搭載することができたということは画期的なポイントになっているのではないかなというふうに思っています。はい、Let's talk about the autofocus system of the GH6. It's better than before, but still it struggles to compete with other cameras that using face detection autofocus. And I know that you and your team are fully aware of what the community want and what they're saying. Why a better autofocus mechanism didn't make it to this camera? その GH6 のこの開発においてそのオートフォーカス、これはもう非常に強化すべき点というふうに捉えていまして、これまでもその長きにわたってその増面位操作、そういった方式も含めた、あらゆる可能性というものは検討し続けてきました。ただですね、この GH6 のタイミングにおいてはやっぱりこの提供可能なこの画質レベル、それからこの新エンジンによるこのオートフォーカステクノロジー、この進化の度合いですね、それと、そういった技術的な要素と、またお客様に提供可能なこの開発のタイミング、そして価格と、こういった要素の、トータルのベストバランスを、取りましたと。でその結果、この GH6 では、この増面位操作方式というものは採用していませんが、新エンジンが持つですねこのオートフォーカステクノロジー、これの進化、これでもって従来モデルから進化を遂げているというふうに考えています。特にその被写体のこの認識アルゴリズム、この性能を徹底的に進化させてきていまして、この新世代エンジンはですねこの被写体の検出速度と、これが大幅に高速に進化したことに加えまして、この自動認識アルゴリズムという部分も
非常に進化をしているということで、顔認識、瞳認識、あとは頭部の認識、そして遠くの小さな被写体とかも捕捉するこの人体とかですね、そういった認識、とにかくこの認識系の精度というものを徹底的にこだわってですね、向上させてきています。でさらにですね、その画角からこの撮影意図というものも自動的に判別してですね、背景抜けこれを抑えながらフォーカスをし続けると、そういったこの改善というものも施しています。でまたですね、その GH6 のこのコントラスト DFD と、そういった性能の部分もですね、この新エンジンのこの処理能力、これが大幅に強化されている、このおかげでですね、これまでよりも大幅にその改善することができています。一方将来に向けてですけれども、ルミックスはですね、この増面操作方式、これも含めてあらゆるこの方式の可能性というものは検討し続けています。で重要なことというのはやっぱり実用的なですねオートフォーカス性能に向けてやっぱり進化し続けていく、手を止めないということだと考えていますので、今後もですねさまざまなアプローチからですねオートフォーカスの性能というものを上げていく、こういう取り組みはですね続けていきたいなというふうに考えています。Another deal breaker feature is internal ND system. And none of the manufacturers was able to do this so far. Maybe from the engineering point of view, you can tell me and ask the audience, why is it so difficult? 他社の状況、これについては、なかなか想像しにくい部分はありますけれども、私が想像するにそのいくつかやはりこの解決すべき技術的な課題が、あるんではないかなと思います。例えば、やっぱりそのイメージセンサー、このイメージクオリティというものが最大に発揮されるというのはやっぱり物理フィルターがやっぱりないこの素の状態というのがやっぱり最も理想的だというふうに思いますので、この撮像面に近いこの位置でのやっぱりフィルター構成がイメージクオリティに及ぼす影響という部分については非常に注意深く設計をするという必要があるかなというふうにも思いますし、そして何よりもやっぱりそのフィルターを使用しない時のこの対比、このスペースという部分についてはかなりこの頭を悩ませるポイントではないかなというふうに思いますね。というのもやっぱりミラーレスカメラというやっぱり最大の長所っていうのがやっぱこのカメラサイズだと思いますので、そのリスクという部分がやはりあるんではないかなというふうに思いますね。やっぱりその私が思うだけでもそれだけの課題があるというふうにも思いますので、こういう課題やっぱり解決するためにはそうですね、やっぱりイメージセンサー、画像処理技術、またはそのフィルターデバイスの構成、ちょっとさまざまなそのエレメントがあると思うんですけども、そこにちょっとブレイクスルーなその技術的なアイデアみたいなものがもう 1,2 歩やっぱり必要なんじゃないかなと、そういうふうに感じますし、なるほどやっぱり改めて考えるとその当社も今後ですねそこに関してはさまざまなアプローチの可能性という部分はしっかり検討していければなというふうには思いますね。Personally, I think that the GH6 had to have a fresher look a little bit more modern. Was this ever considered? And at the end, why did you decide to go with a familiar? I mean, this kind of shape has been in the market for many years now. もちろんその GH6 のこのデザイン、これについてはですねそのコンセプト初期の段階から議論はしてきたんですけれども、この GH6 ではその GH このらしさのこの継承という部分とフルフレームを含むですね、最新のこのルミックスシリーズのこの群のデザインとこれとしっかり融合していくと、この点を大切に設計をしてきました。実際その先代の GH5 から5年の歳月が経つわけですから、やっぱりこの GH シリーズのファンの方々にとっても、オーナーとしてのこの愛着が持てるやっぱり存在に仕上げたいというそういう思いを込めてですね設計をしてきています。一目見ただけでやっぱりこの GH この一目見ただけでGH と分かるですねルミックスであるというこのアイデンティティみたいなものを大切に形にしたかったという、そういうふうに思って、この選択をしています。実際その購入されたお客様からもですねかなり数多くのですねお褒めのお言葉もいただいておりますし、中にはですね実際そのさらに先代のいわゆるこの
ですか、流線形の、デザインの方が好みだったと、そういうご意見もいくつか目にはしていますけれども、総じて言えばかなりこの GH らしさの部分をしっかり継承した、大切にして継承してこのデザイニングしたっていうことは、我々自身としては間違いではなかったかなというふうに思っています。Panasonic is developing two camera lines, the L-mount and the MFT. Are you sharing any technologies or components between the two? おっしゃる通りで、そのイメージセンサー、それからこのマウントという部分には差はあるんですけれども、それ以外の要素、例えば画像処理エンジン、ジャイロセンサー、手ブレ補正アルゴリズム、またファインダー、モニター、ワイヤレスモジュールなどなどですね、そういったコンポーネントやあとソフトウェアの部分というのはもうほぼですね、共有化実際にされています。で、これによってですね、この両カメララインの絵作りとか、このユーザーインターフェースの一貫性という部分をやっぱり保つことができていますので、2つのカメラが持つですね、さまざまなクリエイターの方々のそのシーンという部分にも一貫性を持って我々ルミックスとしてカバーしていくということができるというふうに思っています。でまたその特徴の異なるその2つのカメラシステムのお互いの改善を互いに共有し合って、それぞれがローリングしてさらに改善に向かっていく、高性能化していくという部分にも非常に貢献できているというふうに思ってますので、非常にこのツーライン戦略というものは我々のこの洗練強化という部分にも役立っているというふうに思っています。Many people I'm in contact with really love the form size of the original GH1. It was simply smaller. I mean, you do have the G100 in your range, but this one is obviously, it needs a feature boost in order to appeal to professionals. Do you, or did you consider to do something even smaller but more powerful? 具体的なご質問いただき大変ありがたいんですけれども、残念ながら今後のこの新商品計画に関わる内容については現時点なかなか明かすことはちょっとできないということなんですけれども、ただですね、その小型なそのフォルムファクターのカメラを求めるという声は我々にも実際に複数届いていまして、例えばそのディレクターズビューファインダーにも使えるようなこのカメラタイプでありますとか、あるいはシネマティックなこのビデオブログ、こういったものを気軽に撮りたいと、そういった声も実際にありますね。これらのニーズ応える手段としては確かにおっしゃる通りで、この G100 のようなですね、フォルムファクターのカメラ、ここを進化させていくということは有力な方法の一つというふうにも感じています。ただですね、やっぱり非常に小型なこのカメラサイズという部分と、この高性能なこのビデオパフォーマンスによる特に熱の処理という部分の問題っていうのは非常に表裏一体でありトレードオフの関係であるのも事実ではありますので、やっぱりブレイクスルーしなければならない課題っていうのがいくつかあるんではないかなというふうに予想します。これについてもですね、当社としてもですね、次の一手ですね、どういった解決手段があって、どういうカメラセットというものがその小型を求めるニーズというものにしっかりミートできるのかというのは引き続き検討はしていきたいなというふうに思っています。In such a competitive market, where do you see the GH line of cameras in the future? And in terms of development, are you going to concentrate on internal raw recording or maybe camera to cloud options? I'm very curious. 非常に興味深い質問ではあるんですが、これもですね、今後の開発計画に関わる重要な要素かと思いますので、今時点は明かすことはちょっと申し訳ないんですができないということでございます。ただですね、やっぱりこの GH シリーズのコンセプトとして、やっぱりこの映像制作の現場で真に使えるカメラというものを基本としながらも、やっぱり人とは違うワンランク上の映像表現を可能にする、そういうカメラを目指すという、そういう考え方はやはり不変だと、これからも大事にしなければならないというふうには思っています。非常に競争環境ですね、激しいカメラ業界でありますけれども、やっぱりいつの時代もですね、オーナーとなられるですね、お客様のそのクリエイティビティという部分にですね寄り添って、幅広い映像制作の用途の中でですね、実用的であり続けるということがやっぱりこのカメラ GH シリーズの目指す姿というふうに思っています。ただその映像制作のトレンドの兆しとしてはですね、おっしゃるようにその
インターナルローであるとかローのソリューション、またあとはクラウドベースのストリーミング、そういったことも挙げられますし、もうその他にもですねやっぱりさまざまなUX、こういった兆しがあると思っていますので、GH シリーズとしてですね、どういう価値を提供できるのか、業界のトレンド、お客様のインサイトをしっかり着目してですね、次の一手というものは仕込んでいきたいなというふうには考えています。すでにですね実際その未来のカメラの企画検討というのはもう始まっていますので、クリエイターの皆様と共にですね進化していくルミックスに、今後ともご期待いただけると非常にありがたいなと思っております。小山さん、thank you very much for answering my questions. Yes, It was really a pleasure talking to you. Thank you very much. Guys, thank you very much for watching, and please don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you.